はい、お羊座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。そして前回こちらのホロスコープブックご紹介させていただいてご予約いただいた皆さんありがとうございました。一時的に楽天ブックスさんの方でちょっと予約できなかったみたいなんですが、今復活していますので、また引き続きご検討よろしくお願いします。そして10月4日からは書店にて直接手に取ってご覧いただけますので、ぜひ中身ご覧ください。そして少しでも自分の可能性知りたいなという方にはぜひお勧めしていますので、ご検討いただけると嬉しいです。では早速いきます。今回は9月後半のタロットリーディングをさせていただきます。ちょうど9月15日が新月で、なおかつ水星の逆行が終わるということで、とてもいいタイミングなんですね。で9月15日の新月って乙女座で起こるので、とても物事を整理していく、何かちょっと混沌としたものがちゃんと整理されていくとか、今後の計画を立てていくっていうのもとてもいいんですね。その辺を踏まえてちょっと見ていきたいと思います。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。9月後半です。ソードクイーン、お月さん、そしてカップクイーン、戦車、ペンタクス4の逆、カップ3の逆、そしてワンドキング。気をつけることや対策はソード5の逆とページワンドページの逆ですね。そしてオラクルはワンド2の逆です。なるほど。もともと9月ってね、ちょっと日常生活を整えましょうとか、何か健康にしっかりと向き合いましょうとか、時間の使い方気をつけましょうっていうのがとても良かったんですが、静かに整ってきたなっていう感じがあります。このカードを見ても。で、自分が実際に手を出すものをきちんと吟味して、何を取り組むかっていうことを冷静に判断してるなっていう感じもありますね。でちょうどそういったことを9月15日の新月とか、もしくはもう少し過ぎてからでもこの 2,3 日以内に考えるのとてもいいんですね。何を優先させるかとか、どこにエネルギーを注ぐかっていうのを考えるのにとてもいいです。でそう決めたらもうそっちに進むぞみたいな、何かバイタリティが湧いてきてますね、とても。でそのままじゃあ突進していくのかっていうとそうでもなく、やる気はあるし、もちろん毎日の努力はしていく。でも、ご自身が思っているような、形で進んでいくわけじゃないっていう風な感じがして、というのは、何か一つ進めたい目標を立てて進めたいことがあったとして、じゃあそれできるかな、こなせるかなってご自身が心配していることとは違うことで自分のこだわりを捨てていくようなことがあるみたいなんですね。で、なので少しもしかしたら最初の見立てが少しずれているのかもしれませんね。なんかやり方とか道筋っていうものが、自分はこれがいいと思ってるんだけど、そっちじゃない道の方が実は良かったっていうこともあるかもしれないということで、なのであんまりちょっと、今思うのは、必ずこのやり方でやるんだみたいな、すごくその自分の考えをご利用ししたりとか、このやり方じゃなきゃダメなんだっていう思いはちょっと横に置いとく方がいいかなっていうふうに思いました。というのは、何かそのこだわってることによって損失感みたいなものがあって、こだわりを持てば持つほどそうじゃないみたいな形が出てきそうなので、実はもっと違う方向でうまくいく道を提案してもらってるかもしれないので、その辺ちょっと柔軟に捉える方がいいかなと思いました。そしてもう一つはちょっと感じているのは、そのもう一つ感じているのは、ここからですね、特に年末にかけて、今はこれ2週間だけのことを見てるんですけれども、でもこの最初の2週間のこの取っかかりのスタートダッシュってすごく大事なんですが、そこでご自身が思ってるような本当にその成果というか、結果っていうものが自分では得られていないと思っているかもしれないんですけど、それこそ本当に他の人の意見を聞いたりとか、違う
違う例を見るっていうのかな、他の人がやってみてこうだったっていう、そういった例を見て、なんだ自分がやってるやり方って間違ってなかったんだとか、自分がやってたのは失敗じゃなかったんだっていうことが分かっていくっていう形なので、何にせこうなんとなくこう感じるのは、この10月15日から何かスタートしていくにはとってもいいです。そのバイタリティあります。流れもあります。だけどそのための努力や何かこう行動っていうものを自分で見定めることができないというか、ちょっと間違えて違う風に自分をジャッジしそうだなと思ったので、そこはもう慎重に他者の意見を聞き入れながら行く方がいいみたいです。なんかすごくねここで、自分の思ってるやり方じゃないんだっていう感じが出てるんですよね。でも実は最終的にはそれで結果オーライというか、そっちで良かったっていうことになりますし、また少し横道それたりとか違う方向に行くことによって、ご自身が見えなかったものが見えるっていうふうに出てきてるんですね。これはすごくいい可能性の開示というか、何か気持ちがね、そうだったのってこう開けてくるみたいなことがあるっていう感じなので、もうあえて争わないとか戦わないとか、そっちの方が、スムーズにいくなっていう感じがしました。そんな感じかな。例えばの話ですけど、何かお仕事を始めたいと、これから何か起業したいとか、何かもしくは収入を上げたいとか、なんかそういう時ってすごいノウハウにこだわってやっていくと思うんですね。もちろんそのノウハウっていうのはうまくいく統計があるからこそいいんでしょうけど、なんかノウハウにばっかり、意識がいって、本当のなんか自分の良さとか、本当に自分が伝えたいことっていうのをなんかいろいろ手ごねいているっていう感じなんですけど、本当の良さっていうのは決して失われていないし、自分のプライドも力も、一つの方法じゃない方法でもちゃんと発揮できるんですよっていうふうに言われてる気がしたので、あまり心配しないでくださいね。はい。オラクルがね、ペンタクルス、ワンドの2の逆なので、道は一つじゃないよって言われてる気がしました。本来これはどっちにしようかなって迷って、自分がこっちって決めたけどそっちじゃなかったみたいなカードでもあったりするんですが、でもここではどちらにしてもご自身は得たいものは得られるわけですから、どっちの方法でもいいよっていう形で、どっちの方法を選んだとしても、自分の力というものはきちんと表現されたり、望む結果っていうのは得られますよということなので、何かねちょうどこの15日過ぎぐらいに決めたことっていうのは、29日のね、満月、お羊座で起こる満月なんて、この時にはちゃんと消化できているというか、自分で納得できているっていう感じだと思います。もうちょっと見てみましょうかね。はい。人間関係に関してもなんかようやくこう手を差し伸べようとしているというかね、こう広げていこうかなっていう感じがありますね。ただ思うように時間が取れなかったりとか、タイミングが合わないのかなっていう感じもありますが、人間関係は少しずつ広がるっていう感じがあります。友達と普通に話すのももちろんできそうなんですけど、やはりちょっとこう仕事関連とか、何かそのご自身が立ててらっしゃる目的に対しての、それに関した人間関係はあるのかなっていう感じがしますね。ちょっとオラクルを収めてみますね。はい、ソード7と、カップ8の逆と、ソードのナイトですね。なんだかとてもなんかこう本当にね、今スタートするのにいい時なんですよね。で、何をスタートさせるかって言った時に、すごく何かの列車に乗り込むってなった時に、この列車は何時何分にどこに到達するのかっていうのをしっかり把握しておきたいし、それに合わせて自分は持ち込む荷物も変わるしっていう、なんかそういう計画がいっぱいあるって感じがするんですけれども、でもその計画以外の面白いことがその列車の中で起きるかもしれないし、なかったら自分が持ち合わせてたものがなかったとしても、それはそれで新しい展開が来るかもしれないので、なんかこう一直線上に走っていくだけではなく、ちょっと紆余曲折する楽しみも持ってくださいねっていうのが、この後半のメッセージかなと思いましたね。そんなに
まず体調面はそんな悪くないです。ご自身ではとか思ったとしても、それがなんか致命的なダメージとかそういうことは一切ないです。心配してらっしゃるほど悪くないっていう感じもありますし、人間関係もなんだかんだ言いながら活性してますし、新しい人と出会って幸せっていうよりも、なんかこうビジネスとかこういろいろ勉強とか商談とか、そういったこう目的を持った話し合いがされるのかなっていう感じで、そしてお仕事に関してももしくはプライベートのことに関しても、そのご自身の目標に対して決めていくっていう感じがありますので、ぜひそのいろんな横道されることも楽しんで進んでいってください。はい、恋愛はね、よく聞かれるんですけど、あんまり恋愛モードじゃないなっていう感じですね。もうちょっと落ち着いてからの方がいいんじゃないですか、恋愛は。9月23日以降はね、少しパートナー運っていうのも出てくるので、月末までちょっと今思ってらっしゃることをやりきって、その後10月からまたちょっと流れに乗っていこうかなっていうぐらいがいいかもしれないです。はい、ということで何かしら今回の参考になれば嬉しいです。では次回またですね、次は3ヶ月分の年末までの3ヶ月分の動画をアップしようと思ってますので、楽しみにしててください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。